の弦につき、1箇所ずつ異弦同音があります。それぞれが、オクターブ上、オクターブ下の音を持ち、2オクターブ、3オクターブと続いていきます。つまり、これらは、すべて同じ音ですが、これらの音の間に、いくつかの重要なラインがあります。まずは、異弦同音ラインです。どの音からでも、このラインを弾くことができます。無意識だとしても、他の音までの距離を短くするために常に利用しているラインです。パワーコードも、離れた場所にある5度の音が異弦同音にワープすることでできています。しかし、直接の移動に使われることはまずありません。同じ音を鳴らすために、無駄な移動をする必要はないですからね。隣の音が演奏中の視野からは遠すぎるということもあって、意外と見失いがちなラインです。このラインが実際のギターの指板上で6本の弦にわたって現れるのは1箇所だけです。24フレットのギターの6弦24フレットから1弦開放までの E の音に弾けるラインです。半音上がって F になっても、半音下がって E フラットになっても途切れてしまいます。次は、右上昇、オクターブラインです。もちろん、どの音からも弾けるラインです。最短距離にオクターブがあるラインなので、最も認識しやすく、把握が容易です。2オクターブ先まで、すぐに位置が把握できるので、上昇フレーズなどでターゲットにしやすいです。次に、左上昇のオクターブラインです。右上昇よりも遠い位置にあるので、把握が難しくなります。2オクターブ先は、もう6弦では収まらず、指板からはみ出してしまいます。とはいえ、ボックスシェイプには必ず含まれるラインなので、使用頻度は高いです。谷を作って、1フレットずらすと、馴染みのある形になります。無意識の場合もあるかもしれませんが、こうしてみると、実際は、右上昇ラインと同じくらい使用頻度が高いことがわかります。5本や6本の弦を使用するコードフォームにも必ずと言っていいほど含まれるギター演奏には必須のラインです。いわゆる C フォームや E フォーム、そしてそれらの変形など様々なコードフォームで使用されています。次は2オクターブ上昇ラインです。左上の1オクターブへの音より近くに2オクターブへの音があるのは意外ですが、逆に左上ラインへの意識の薄さに納得がいきます。実際のギターのローフレットだと、この図で見るよりさらに距離の差を感じます。4度ずつずらしてチューニングしてある意味を感じざるを得ません。このラインも、もちろん、どの音からでも弾くことができます。しかし、このラインが、この形で実際に現れることはありません。8弦以上の多弦ギターを除いて、この本来の姿を見るためには、谷をまたがずに6本上昇する必要があります。それが可能になるのは8弦ギターからです。7弦でも足りません。8弦目をルートにすることで、ようやく本来の形が現れます。3弦と2弦の間のイレギュラーなチューニングで生まれた谷をまたぐことで、2オクターブ離れたルート音が縦に一直線に並びます。その一直線のラインの中に5度の音も一緒に並ぶので、開放弦を利用したオープンコードが使いやすくなります。人差し指を使った制覇も谷があって初めて可能になります。
5元ルートのオープンコードも、1度と5度の並び方がポイントになっています。谷がない場合は、2オクターブラインと5度が一直線に並ぶことはありません。もし、人間の左手の人差し指が、このように横にも曲がる構造になっていたら、ギターに谷はなかったかもしれません。人差し指で同時に押さえられる場所が限られているように、左手で同時に押さえられる範囲には限界があるので、ほとんどのコードフォームの幅は4フレットの範囲に収まっています。そして、それらは、すべて右上昇と左上昇のオクターブラインに沿ってできています。6弦をルートにして、最初のターゲットとして、右上にある1オクターブへのルートを選択した場合、人差し指で6弦を押さえたままなので、さらに1オクターブ右上へ上昇するのは難しいです。次のターゲットに左上のルートを選ぶことがほとんどになります。2本のラインの周りの他の構成音も押さえると E フォームの完成です。6弦のルートから最初のターゲットとして左上のルートを選択した場合も、さらに左へ上昇するのは難しいので、次のターゲットは右上のルートになります。ラインの周りにある他の構成音も押さえると G フォームになります。このように、ルート同士のラインを骨格として、それに肉付けをしてコードをイメージすると、右上昇ラインの次は、左上昇ライン。左上昇ラインの次は、右上昇ラインとなることがわかります。いずれの場合も、2オクターブラインが、スタートとゴールを示します。この動画では、1フレット分のズレも、谷もなくて、たくさんの弦がある状態から、配列の規則性を見てきましたが、逆に、弦を減らして、異弦同音へのワープが使えない、弦が1本しかない状態に戻してみます。縦に並んでいた音が、横に広がっていき、同時に押さえることが不可能になり、4度ずつずらしてチューニングしてある意味がよくわかります。1本の弦の1オクターブの中に構成音をすべて収めた、それ以上は削れない状態を原型として考えます。そう考えると、2オクターブにわたる2つの原型が異弦同音へのワープを使って折りたたまれていることがわかります。原型を折りたたんで、1本の弦につき1つの音を選んだものがコードフォームだと考えることができます。最小限の原型が2つ折りたたまれた状態で規則的な配列の中に並んでいるだけだと考えると、すべてのコードフォームを2つのパターンに分類することができます。右上昇から始めるパターンと、左上昇から始めるパターンの2つです。いずれも右上昇パーツと左上昇パーツの組み合わせでできていて、積み重ねる順番が違うだけです。最初に一つの音と異弦同音ラインがあって、音域を1オクターブに広げることで、ルートの間に右上昇ラインと左上昇ラインができます。さらに1オクターブ、音域を広げることで2オクターブラインもできます。3種類のオクターブラインからできたトライアングルを骨格として考えると、コードフォームの把握が容易になります。3弦と2弦の間のイレギュラーなチューニングによる変形や、開放弦を使用した例外、他の構成音の把握など、重要な要素はたくさんありますが、それらは骨格であるルートの位置関係が把握できてこそ生きてくるのではないでしょうか。